皆さんこんにちは。いつもよろしくありがとうございます。いつもよろしくありがとうございます。何だったっけ。いつもありがとうございます。プレゼントの応募期間は11月末までですので、まだ期間がありますので、吉島のカニが食べたいなと思ってるはそこのあなた。何だったっけ。詳しくは前の動画のオープニングを見てみてください。ご応募お待ちしております。カニもだいぶ散りまして、前回の動画でちょっとだけ触れたんですけど、カニ部隊はですね、大きく分けて沖部隊とおかず隊部隊に分かれます。沖部隊もどんどん違う場所を移動していってますんで、散ったカニをこれからは追っていくことになります。特に桁ではそうです。で、今までやってたとこはもう本当に少なくなったんで、もう完全に散りました。今日はですね、岡部隊のカニをちょっと様子を見に行ってみたいと思います。それもね、結局沖出るんですよね。どの辺に固まってるか、塊が当たったらラッキーということで。では現在6時ですけど、頑張って行ってみたいと思います。まだ5時50分じゃないですか。寄島沖の三郎島のここに牡蠣のいかだがあるんですけど、この牡蠣のいかだの沖側からやってみたいと思います。ちなみに今日は中潮。動画おるしね、ガラおるし、もうおそらくね、この辺のカニはもう全部いい。やっぱりね、近年ちょっと硬くなるの遅くなってるんで、でももう全部いい。うわ、これは1番目からまだ走りがないな。でもナイス。もう今親にやられたカニですけど、咳が見えてる。オレンジのが咳ですね。すごい。しかも硬いのにもったいない。海の中なら行きます。傷は治るはず。ちょっとちっちゃいけど、これは拾えるな。もう全部いいな。もう全部いい。親入れて1、2、3、4、これ15あるかな、ギリ6、これもあるかな、8枚。ちょっと2枚微妙ですけど、一応8ということで1番目。さっきの網は7でした。結局オスのちっちゃいのだけ 14.7 でした。メスのちっちゃいのは15ありましたね。もう他のが大きいんで15はほんと小さく見えます。これなんかもう張って声太っとる感じですね。生子見えてますね。でもまだ拾ってはダメですね。11月から OK です、我々は。よし、いた。去年の残りが当然親なんですけど、去年いたところに親がいるはずですから、ちょっと次はまた1番目はね、ちょっと実は狙ったんですよね。次は親を狙ってみたいと思います。もうカニが大きくなって見た目がでかいですよね。狙い通り。やりました。狙い通り。2つ、3つ、4つ、5つ、6つ。これなんかもうすごいですね。ほんと1番号7つ。これやばいな。4つ。これは小さい。9つ。
と童顔ガラエビですね。今潮はこの位置で一番早い時間帯ですね。芝エビさっきもいたんですけど2つまだ見えませんね。港の中は芝エビがバシャバシャ跳ねてます。すごいな。これは今盛ってましたね。やっぱやばいのを狙っていくんですね。黒いけどちょっとペコってします。ペコペコ。ガラエビも一番これぐらいいますけど、まあ一棚ぐらいはたまりそうですね。見え出しましたね、ガラも。ちょっと丘入れてみました。どんな感じなのか丘は。あ、汚れるな。やっぱり小川があったとこなんですよね。でもすごいなこれ。丘の方多いなやっぱり。完全丘から出てくる舞台の子たちですね。うわすごいな丘の方がやっぱり。これはちょっとすごいな。すごかったですね。もう何枚か分かりません。15、6いるんじゃないかと。岡山豪雨の後がこんな感じでしたけど、それ以来ですね。怖い。この感じからするともう丘の方がガラも多いし、1番目はカキイカダのところにつけてこぎながら OK 出したんですけど、今回もカキイカダの近くだけ通ったんですが、カキイカダのとこだけやってればいい感じですね、この感じだと。でもやっぱ丘に入ると小さいのも見えますね。丘から出てくる舞台ですね。丘動画でか。これなんかもう石が見えてますね。オレンジのが石です。すごいな。傷なんで逃がしときましょうか。台湾ガザミ一時めちゃくちゃ増えてね、こればっかりになったんですけど、最近減少傾向ですね。ここがカキイカダです。これはアパート、これはかかり。カキイカだからアパートまで行って U ターンしてます。この網が潮返しです。ましたね。上り潮の方がガラ多いようです。まあ寄島沖の範囲ですけど、漁場を移動してみたいと思います。なんか魚がここはでかい。これはこっちちなみに種類違います。マゴチとヨシノコチ、柄が違います。
いいとこ見つけましたけど、どうしようかな。まさかのこの時間にヒラメでしたね。潮返しがダメだったんでダメかと思いましたけど、今日は潮返しいなかったんでもうダメかと思いましたが、ちょっと傷があるけど綺麗なんでよしとしましょう。やりました。おー、やった、嬉しい。やっぱり係の根とか通したらいますね、親。とてもいい一番でした。あ、ここにも。何に行ったんかわからんけど折れました。我ながらようやりますね、本当に。ごくともせんかったですけど。こんなとこに係あったかな。どうしようか悩みますね。もう帰ってもいいですけども、帰ってもどっちにしても直さんといけんし、また曲がってる方がよく入ってるというね。一応使用時間40分で付け替えましたが、またヘルニアが悪化です。あと3番やれます。ラストです。では寄りながら帰りたいと思います。まあ、すぐそこですけど、お疲れ様でした。現在軽油109円。高え。100リッター炊きます。これは前の人が2日分ですね。何リッターじゃった？ 401。 4日分で401。やっぱり1日100リッター。はい。今日はすぐそこです。はい。楽ですね。風が強かった。まあでもすぐそこじゃけ。うん。風あっても。ハモニベチヌ。はい。あと今日は黒エビとかじゃなくてガラエビです。あらま。多分あと一つか二つチンコビ行くと思うんですけど、夜漁。はい。撮影はこれが最後になると思います。はい。次からはおそらくもう桁の昼漁の撮影になると思います。はい。二つ、三つ。おー、やりました。今日はちゃんと4つ。おー。4つ。やりました。これは最後の5つ。親もここに入れて。いやー、すごいな。親はすごいな。でかいな。よくはないけどね。うん。もうシャーシャーも席入っとったで。そうなんだ。傷のやつでおったんよ、1匹。うん。オレンジで取ったから。ついに子が入ります。10月の渡りガニのピークっていううん題名つけちゃったんだけど、うん2個前の動画にうん今日がピークです。桁になったら多分もっとすごいことになると思うんで、皆さんぜひ JA 水田の中の魚政さん、そして寄島の海鮮市場などなどいろんな魚屋さん、カニ買ってください。多すぎです。はい、頼島さんをよろしく。皆さん今日もハードワーク大変お疲れ様でした。冒頭でカニの動きのお話をしましたが言い忘れましたが、西側からもカニは出てきます。で、昔はですね、これがジャストで東の方がね早いんですよ。何でもです。シャコが硬くなるのも東からだし、カニが硬くなったりするのも東からなんですよ。なので東の方が早いんで川からの方が先に出てきます。で、こっちのセミゾからのやつが出てきて、セミゾから出てくるやつも沖部隊と岡部隊に分かれるんですけど、
岡部隊がジャンとぶつかるのが大沢沖だったんですよね。なので昔は大沢沖が一番多かったんですけど、今はもう大沢沖はもう泥が悪いので畑が悪くなってしまって、そこを避けますカニが。ボラもね避けて泳いでるのが分かるんですよね。大山 G ビールまた買ってしまいました。以前大山 G ビールの黒ビールとお米で作ったビール、お米で作ったビールはなんか変わった味で面白かったですね。美味しかった部類ですね。でこの間また奥大山ツーリング行った時に新商品発売って書いてたんで買ってしまいました。880円880円、恐ろしい値段。地ビールの中でもかなりお高い。でもですね、なんか書いてることが面白かったんでね買っちゃったんですよね。こっちがウィートワイン、こっちがバーレーワインです。こっちがですね長期間熟成させた特別な高アルコールビールキューパ。いいですね、高アルコール。蜂蜜や果実を思わせる香りが豊かでゆっくりと時間をかけて醸し出された絶妙な香味熟成をお楽しみいただけます。麦芽ドイツ製造、イギリス製造。こちらはですねウィートワイン、白ワインや柑橘を思わせるフルーティーな香味が特徴。小麦麦芽、大麦麦芽を贅沢に使用したふくよかな香りと優しい味わいです。ウィートワインっていうぐらいですからやっぱり小麦が入ってるらしいですね。こちらはフルーティーな白ワインらしいです。味は書いてたので思い出しました。以前お米を使ったビールは屋号ですね。あれはやっぱり G ビールの柱だそうです。確かに美味しかったですもんね。冷やしてません、常温です。長期熟成の蜂蜜のような味。お、色がすごい、うまそう。どちらとも常温です。いただきます。これはうまい。本当に熟成させてコクが出てる。蜂蜜っていうのも伊達じゃないですね。そして苦い、コクがあって深みがあって苦い、相当美味しいです。さすが880円。880円出して美味しくなかったらもうがっかり感半端ないですもんね。これはもはやビールの域を超えているガブガブ飲むやつではない。本当にもう味わって飲むやつ。相当美味しいです。こっちちょっとびっくりしてますね。ではウィートワイン、白ワインの味の方です。柑橘白ワイン。色がやっぱり薄い。いただきます。めちゃくちゃうまい。相当うまいですねびっくり。どちらも880円の価値ありますねこれ。確かに白ワインあっさりして柑橘のでもコクがある。柑橘でコクがあるがちょっとイメージ難しいかもしれませんけど、もうこれも本当にもうガブガブ飲むやつじゃないです。完全に味わって飲むビール。味わって飲むビールとか生涯2回目サントリーの山崎をつけた樽に熟成させたビールだったかな。白州だったかな。白州の方だったかな。いただいたんですよね、広島の漁師の先輩に。それももうめちゃくちゃうまかったですけど、それに負けず劣らず美味しいですね。どちらが好みかというとこっちですね。でも僅差です。本当にどちらとも味わって飲むビールなんで深みがありますけどですね、バーレーワインの方が苦くて深い。夕食の時間となりました。大将いつものお願いします。こちらとなっております。あけ貝とすだれ貝握り寿司にしてみました。初挑戦です。これは車エビ精巻きこれ車エビやな。黒エビ車エビキスあけ貝とすだれ貝で、これがあけ貝とすだれ貝の紐です。あけ貝初挑戦いってみたいと思います。あけ貝いただきます。うまっ。好きかも。自分ももともと貝好きなんでこれは美味しいかも。歯応えはな思ったよりない。に比べて赤貝に比べてないですねこれ。歯応え醤油なしでいきます。すだれ貝って火通したら結構すごい歯応えなんですけど、それほど歯応えないですね。味があるわけでもないですけど、ないって言っても歯応えあるんで、その歯応えがすごい美味しい。次車エビいってみたいと思います。次は精巻き。精巻きでかいなこれ。やっぱり黒エビ精巻きはオイリーです。自分はやっぱ車エビの方が好きですね。歯応えもだしの味も精巻きが濃くないってわけじゃないんですけど、車エビのだし味の方がやっぱ美味しく感じます。これいきたいと思います。貝ひも軍艦巻き、うずらがなかった普通の卵をちょろっとだけかけます。うまそう。めっちゃうまそうやん。
ちょっとかけさせていただいていただきます。あ、うまっ。優勝です。今回もご視聴ありがとうございました。必死で食べております。ハッピー。全然顔見せてくれへん。